皆さんこんにちこんは。にちは。ワールドラバーマーケットのグッチーですね。やすです。よろしくお願いしまお願す。いします。今日はですね、はい。 60歳以上の方に向けたは動画を作ります。い。なるほど。戦術、はい。聞きやすいサーブ戦術、ラリー戦術などをはい。 60歳以上で聞きやすい戦術はこれだっていうのをはい。やっていこうと思うので、やすさんちょっと相手していただく感じになるんですけど、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。シェイクの方、ペンの方、そしてあとね、両ハンド系とかオールフォワードとか、まあ、いろんなスタイルいると思うんですけれども、それでもまあちょっとどの選手も結構万能に聞きやすいはい。やつをやろうかなと。わかりました。もうレベル的にも初級者、はい中級者、上級者でも聞きそうなやつをはい。やっていきます。はい安田どう思いました？聞きそうですか？今のいや、もう絶対聞くと思います。良くなるみたいなところが多い。若い選手でもそうなる。はい。やり方なんで、絶対聞くとは思います。はい、じゃあまず1つ目なんですけど、はい。1つ目はできたらフォア前のギリギリのサイドはい。にバックサーブで下系のサーブを出す。はい。フォア前に下系のサーブを出して、でバックにツッツキを送って3球目をやるっていうことですね。要するにこういう状態です。こういう状態。これがまず1つ目、聞きやすいパターンです。まずこれはおすすめです。できたらバックサーブ。できたらバックサーブの下系。フォアサーブではもちろん皆さんフォア出す人だったらフォアサーブで狙ってもらってもいいんですけど、できたらバックサーブのがつっつきなりバックで打つなりだし、両ハンドで打ちやすいので、できたら系で下系で送るとつっつきで次やっぱ返ってきやすいので、下回転でバック次を送る。はい、これですね。このパターンが一つ勝ち。はい、このパターンですね。はい。まあフォアでやってもいいです。下系のサーブ出してバックを送る。はい、これですね。一つ目は。一つ目の中にたまにこういうのもバックに深い下系のサーブとかがあるとさらに効きやすいです。とフォアにこういうやつですね。はい。これであればそんな強く打たなくても勝ちやすいです。フォア前に超短くかバック深くですね。はい。なんですけど、今度はバックのサイドのギリギリ、この結構こっちのサイド切れる短い目しかもにサーブ出していくっていう形なんですけど、何がいいかというと横下回転が結構右の人だと結構横下回転が自然とこうサイド切れてる。はい、今みたいに安がこう足運んでこうちょっとここまで運ばせて次って言います。なのでフォアが次開くんですよね。なので横下回転をサイド切って出して次こっちにつっつくとかですね。横下までつっつき系が来やすいので、まあストレートにつっつく。もしくはまあだったらバックドライブとかできる人だったら持ち上げてもらってもいいです。この形が結構やっぱ効きやすいですね。横下、はい、やるってことですね。はい。ここが結構やっぱ次そこが開きやすいのでそこをつっつきなりドライブなりで、狙いやすいです。はい。今度つっつき大作戦っていうやり方でつっつきでひたすらこう入れ続けると勝ちやすいです。変にやっぱサーブ出してよくあるのがやっぱこうやって打っちゃうとやっぱミスが出やすいので、一つはつっつきでひたすら粘る。前面でランダムでつっつきでずーっと入れ続ける。これが一つ勝ちやすいですね。で、はい、あんまり無理して打たないっていうことですね。とにかく入れる、とにかく返す、そんな切らない。はい、でこうやってつっつき、この時に勝ちやすくなるポイントなんですけど、切らないってことですね。変にやっぱつっつきにつっつきする時にやっぱどうしてもこうやってやっぱ切るってことをしがちなんですけど、やっぱ切っちゃうとミスがやっぱこう相手の人が例えば休むみたいな表だったりとか、あとは変化を持ってるつぶたかとか張ってるとやっぱ切りに行くとやっぱ結構ミスが出たりするんですよね。やっぱつつき相手の人が切れてる切れてないとかありますので、なのでできる限りもうそーっと優しく送ってもらう感じでいいです。そんな切らなくていい。正直切れてたり切れてなかったりするんで、相手が優しくフォアバックも送る。はい、まあ、そうすると結構ミスが減ります。こうやってやると相手が結構しっかりやるし、こっちはそーっと脱力して送ってもらえればいいかなっていう感じです。このつっつき作戦に持ってきやすい方法が下回転サーブをちゃんと出すってことですね。下回転サーブをちゃんと出すと
つっつき系のラリーになってくれます。これが例えばやっぱ切れてないサーブだったりするとやっぱこうバーンって打たれちゃいます。今みたいに切れてないサーブ、もしくは上回転のサーブとか、横が強すぎるとそれはそれで横もやっぱ打たれたりとか、つっつきもちょっとしづらいんですよね、横が入ると。なので、下回転をフォアでもいいです、バックでもいいです、下気味を出すと相手が下出すとやっぱ下で返ってきやすいので、それをつっつき戦でこうやってやってます。で、安定する人は相手のいない方にコースを狙ってつく練習も余裕が入れられる、安定して粘れるようになったらコースをつくっていう意識ですね。次はこう相手のいない方にこうつっつきで揺さぶる。この時も切らなくていいですよ。で、つっつきコースをつくだけで、今みたいな感じであれば打てなくても、足がこうドライブとか強く打てなくても、つっつきだけで結構ある程度勝ててしまう、ものになります。なのでぜひやってみてください。ちょっと多少技量がいるんですけど、スマッシュとか結構60代以上の方には打つときは結構一発でミート系でバーンって打つ人も結構多いんですよね。サーブからバーンとかで、それが実際しやすいパターンがバックのこの相手の深いところですねにロングサーブを出すってことですね。バック角にロングを出して相手がバックで振ったところを、例えばフォアスマッシュが得意な人はフォアスマッシュしてください。練習してください。バック深くにサーブ出して、このパターンですね。このパターン、バック深くにロングがあると次が打ちやすくなります。はい。あとは例えばペンの人だったら、例えばこういうプッシュ、ポンってプッシュ系とかでもいいです。とかシェイクのバックの表の手でパンってこう叩く形でもいいです。そのバック深くに速いサーブがあると、バック深くにこう長いいいサーブがあるとクロスに返ってくる率がやっぱ上がるので、ドライブできたら打ってもらってもいいんですけど、できたらやっぱこう速いサーブからのパターンのが3球目は狙いやすいかなと思います。もう一つなんですけど、今のバック角に出した時に、あとブロックでストレートに送るっていうのも手です。バックを出してストレートにこうブロックする感じでもできます。サーブ3球目ストレートにブロックする感覚でやってもらうと、これ相手聞きやすいですね。はい。あとはですね、上回転のサーブをバックのこの奥に出すってことですね。出して、でその後上回転のラリーになります。やっぱ結構強烈、普通にもうこういう相手にもバレてもいいんで、上ってサーブ出して、で上回転のラリーした時に、あとどうするかなんですけど、この時に感覚的にはいない方に狙っていただくのがいいのかなっていう感じですね。バック角にロング出していない方にこうやって送ってもらう、こういう感じですね。こういう感じで強くドライブとか打てなくても、こうやってフォア狙ってバック狙ってフォア狙ってバック狙って、シンプルにもうこうクロスいない方ガガガって送ると結構相手はきついので、こういう上回転からシンプルにコースで揺さぶるっていうことですね。これが効きやすいです。次はですね、効きやすいのが特にバックが得意な人はやってほしいんですけど、真ん中からバックサーブでミドルにナックルかけないサーブやります。そうすると結構バック側にふわっとくるので、コアに来づらいんですよね。ここからやっぱりここら辺から出すとやっぱフォアに来るのみんなちょっと怖いんで、結構こっちにそうです。こう来たのを続きでこうバック角に送るパターンとか、もう一つですね、そのまま待ってこうやってドライブしてもらうパターンとかが結構バックハンドをここで待ちやすいので、しかもサーブ自体もすごい簡単です。真ん中ら辺に切らないサーブを送ると結構次こっちら辺に来るんで、つっつきなりドライブなりっていうのがしやすいです。で、あとは単純にですね、この真ん中からサーブ出すとき、最近流行ってるんですけど、真ん中から出すときにさっき言ったフォア前にこのサイドを切るギリギリのこの鋭いところに送ってもらう。ここにこう下っぽい感じで送ると、これもつっつきで送れます。はい、このパターンも効きやすいです。これ、はい、つっつきで送る。はい、相手を揺さぶりやすいです。で、慣れてきたらバックドライブでこうやってかける人かけてもらってももちろんいいです。はい、で最近ではこのバックサーブが逆に巻き込みになってるんですよね。バックサーブもしくは巻き込みでもうここが狙いやすい。フォア前に短くちょっと巻き込んで下気味にバンバンプチッとしなくていいんですけど、回転量はそんなにかけなくていいんで、
で次こう突きで送るとか今みたいな感じですね。最近流行ってる形はこの形だと思います。はい。サーブ出すときにフォア側に横下回転速いのを出すとそれはやっぱクロスにかけるしかできない。それをブロックでやっているだけでバックとか狙いやすい。これも相手がですね非常に大きくこう動いてくれるんで結構バックが開くのでこうで優しくブロックで送る。ほとんど球目がやっぱフォアにやっぱ返ってきやすいんでそれを待ってブロックで回すっていうのがしやすいかなと思います。はい。これをさらに混ぜ込むといいと思います。はい。っていうので今この戦術を使えば結構普通にやるよりかは結構チャンスがあるかなとは思います。はい、ということで、60歳以上の選手に聞きやすい戦術っていうのを、はい、やってみたんですけども、はい、安野どう思いました？聞きそうでしたか？今のいやもう絶対聞くと思います受けてみてどうでした？基本的にはね、もうこうはめプレーというか、もうこれが返ってくるからこれを狙おうか、だんだんね正直足が動きにくくなってきてる年代の方が多いというか、そういう選手が多い年代だと思うので、こう動かすプレー、やっぱり両極端なところで、動かしていくプレーが多いので、間違いなく効くかなと。ぶっちゃけね我々もやられたら嫌。そうなんですよね。若手も嫌なんです。確かにそうなんですよね。私たちもだって今旬だもんね。若い人たちも狙いまくってるもんね。返せるけどやっぱりちょっと甘くなるとか、その次がしんどくなるみたいなところが若い選手でもそうなる、やり方なんで絶対効くとは思います。ありがとうございます。ということでですね、ぜひ参考にしてみてください。ありがとうございました。ありがとうございました。